フィッシングヤングのよしきです。本日はリールに巻いてある糸の巻き替えをしていきたいと思います。で、僕は市販で発売されている巻き替えに便利な道具とか、結構いろんなメーカーから出てると思うんですけど、僕はそういうの一切持っていなくて、自分が巻き替える時に、どうしているかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。本当に僕の日常の巻き替えシーンです。それではご覧ください。はい、それでは実際に巻き替えていきたいと思います。でその前にですね、道具の説明をちょっとしていきます。で僕が実際に巻き替える時に用意するものなんですけど、まず巻き替えるリール、これがないと巻き替えできませんよね。でロットなんですけど、いつも2ピースのロットのリールシートがついてる方を使います。で今回ね、ちょっとこのボギーさんから出ているイノーっていうロットの4ピースのロットを、これ2ピースにしたものなんですけど、こういうリールシートとガイドがついてること重要です。巻き替える、P ラインで、この空のラインの巻いているやつ、今回ねちょっとこの前ちょうど桃井さんのラインに巻き替えたばっかりなんで、手元にこの桃井さんのキャスト P の、ラインのやつがあったんで、これを使います。糸がないです。であとあると便利なのが、このバリバスさんから出ている P ニッシュという商品なんですけど、こういうのもあると非常にいいです。あとラインを切ったりするのでハサミ、そして雑巾ですね。であとはこのねラインをここに通して僕は巻くんで、こういう棒状のもの、棒状で突起物とかがなければ何でもいいです。こういうものを使います。今回はね、この鉛筆が短くなった時にヒュッてはめてこうやって巻いて長くできるやつがちょっと今実家の、道具入れにあったんで、これをちょっと使いたいと思います。巻いてあるラインを巻き替える時ってタイミングって本当に人それぞれだと思うんですよ。僕は3ヶ月に1回ラインを変えるとか、いやいやもう2週間に1回変えるとか、いろんな方いると思うんですけど、僕の場合も決まってるようで決まってないような感じなんですけど、気にしてるところとしたら、実際こうやってねラインを出してみて糸をこうやって見てみると毛羽立ってたりするんですよ。今は見当たらないんですけども、かれこれこのライン3ヶ月ぐらい使ってたのかな。今これ実際巻いてあるラインが東レさんから出ているシーバス P、 こちらの 0.85 を巻いてるんですけど、もうかれこれねほんと3ヶ月以上これを使ってるのかな。結構長いこと使ってます。なので痛みとかその商品に対する不安とかじゃないんですけど、自分の中の不安要素として、最低でもやっぱり3ヶ月に1回は巻き替えたいなっていう、よく使うラインを思っていて、割とねこのリールでこの糸もよく使ってるんで、もう3ヶ月ぐらいねしっかり働いてくれたんで巻き替えたいと思います。で優勝を巻き替えていきたいと思います。この糸ね、巻き替える糸ほかしちゃう人もいると思うんですけど、今回ちょっとこの糸は他のねリールに巻いて貸し出し用として置いとこうかなと思ってるんで、このラインを残すためにこういう空のラインの入れ物を使います、それではまずこのね空のラインケースに糸を通してレールをキャストする時の状態ですね。糸がすぐ出るこの状態で置いてます。もうほんといつも通りやるんで挟んでやっちゃいます。めんどくさいけど僕はこういう感じで手で巻いてます。であんまり強くやりすぎると手にね負担がかかって、糸ってかなり細いものなんで手を切っちゃったりするんで、ゆっくりやってます。できるだけ全体的に電動工具使ってねやってる人とかもいるんですけど、家に電動工具ないんで、もうね原始的に手でこうやって僕はやってます。いやー、割と長いこと使ったなこの人も。はい、ということで、巻き取りを終えました。はい、ということで、もともと巻いてた糸を取り外しました。リールに糸を巻くとき結構ね失敗する方とか多いと思うんですけど、実際どれぐらい巻いたらいい
下巻きがどれぐらいがいいとか迷う方いると思うんですけど、大きいリールに太い糸とかを巻く場合にどれぐらい下巻きをしたらいいのかとかって結構分かりづらいところで、そこで僕がいつも、見ているのが、今回実際巻き替えるリールなんですけど、シマノさんから出ているエクセンス LB、 こちらの C3000XG というモデルなんですけど、それをまず商品を携帯で調べます。はい、今商品のページに来ました。巻き替えるのがこのエクセンス LB というリールですね。で、下に行ってもらうとスペック表というものがあります。ここスペック、これを開いてもらうとその商品の情報がいろいろ載っています。で、ちょっと横に行ってもらうと、このナイロン糸巻き取り量、 PE 巻き取り量っていうのが書いてあって、今回使用する C3000 の MXG というモデルの P ラインを巻くの下の方ですね。0.85 で 230m、15で 180m、1.25 で 150m っていう意味です。これがこういうのをまずネットで見てから、自分が巻く糸の号数、そして長さを調べながら実際に巻き替えていきたいと思います。で、巻き替える時なんですけど、今回使うの 0.85 っていう太さです。で、0.85 で 230m 巻けるってなってたんですけど、それはもう本当にいっぱいいっぱい巻いてたと思っていて、僕は割とスプールに余裕を持たせたいっていうのも、いっぱいいっぱい巻いてしまうとどういうことが起きるかっていうと、ライントラブルがちょっとね起きやすくなるんです。このスプールいっぱいいっぱいに、例えばじゃあ 230m 分糸を巻きましたってなった時に、糸に余裕がないんで、スペースに余裕がないんで、ちょっとしたことですぐにこのダマダマって出てきてしまったりとか、この巻き取りの時にちょっとムラが出てしまって糸によれが出てしまうと、そこから一気にライントラブルとか起きちゃうんで、僕は基本的にだいぶ少なく見ています。某、黄色の中古釣り具屋さんでなんと 1000m 300円で購入しました3号の糸ですね。こちらをね下巻きに使用していきたいと思います。でもうね、今から巻いていくんですけど、糸を通します。で、ベールキャストする状態と同じ開きます。で、僕がまずスプールに糸を固定するとき、なんでね下巻きにナイロンラインとかを使うかと言いますと、ナイロンラインは滑りにくいんですよ。逆に P ラインは滑りやすいです。ここに糸を一周巻きます。で、今これで一周巻いた状態です。この状態でこっちの捨てる方の糸、こっちが捨てる方の糸なんですけど、こっちが今から巻いていく方ですね。巻いていく方の糸に捨てる方の糸を合わせてくるっとこういう状態にします。捨てる方の糸の先端をこの巻いていくラインと今作った丸を一緒に1回2回巻きます。これで捨てる方の糸を引っ張って、でここに今結束というよりかダマの部分ができたんですけど、ここをちょっとつばに濡らします。濡らしてあげて、巻いていく方の糸をこういう感じで動かしながら引っ張ると、これでスプールに固定できました。で、最後に捨てる方と、結んでいく方の糸を両方キュッと引っ張ります。そして捨てる方をハサミでカットします。
そうするとここで結び目ができてしまうので、ここを僕は何でもいいんですけど、マスキングテープとかテープで一回ここにちっちゃく押してます。実家にあったこのちょっと可愛いんですけどマスキングテープ、本当にちょっとね、これぐらい、この今切ったマスキングテープをまずここに、この結び目分かりますか？ここにマスキングテープを貼ります。ここで何回か巻くと、これで糸でマスキングテープ固定されましたんで、これで OK です。で、僕は下巻きはもう必要最低限しかしないんで、もう下巻きはこんなもんで、明らかそのねスプールとの差が出てしまったりする場合はもうちょい巻いたりするんですけど、そうじゃない場合はもう必要以上に僕は下巻きしません。あんまりねいっぱいいっぱい巻くのが僕自身好きじゃないので、今これはちょっと置いておきましょう。今回巻いていく P ラインは東レイさんから出ているシーバス P、 こちらの 0.85 です。でこの東レイさんから出ているシーバス P、 この前までこのライン白しかなかったんですけど、今回からねちょっとこういうねワインレッドっていうんですかね、赤色のラインが出たんで、今回これを巻いてみます。でね、ほんとこの糸すごい好きで、さっき巻いてたこれも同じ、これが白の方ですね、シーバス P の。まず巻いていく新しい P ラインと先ほど巻いた下巻きの糸の結束をしていきます。僕の結束の仕方は他のタイミングで見ていただけると思いますんで、今回はちょっと分かりづらい状態だと思うんですけど、説明なしでやっていきたいと思います。はい、結束ができました。で、結束する時なんですけど、自分のやり方に合った結束の仕方でできるだけ短い方がいいです。結束部分は結束した時に下巻きの方の糸の方が硬いと思うんですけど、その糸が出過ぎないように切った時にしてあげてください。はい、それでは巻き込んでいきたいと思います。で、初めはまずね糸を置いて手で持ちながら巻き込んでいきます。僕はその下巻きまで脱出ファイトをする方がいらっしゃったらこれはできないんですけど、僕はその下巻きまでね脱出ファイトすることはないんで、ここにもマスキングテープ、下巻きと P ラインの変わり目、ここにもよいしょマスキングテープで留めてあげます。それでは実際巻き込んでいきたいと思います。で、ここで登場するのがこの棒と重要ですよ、雑巾なんです。まずこの P ライン穴真ん中に開けれるようになってるんで、穴を開けてあげて雑巾この上で置きます。はい、これでいつもの巻き替えする体勢です。もうダサいとかなんやねんってなしでいきましょう。まずこうやって通したやつを足で持ちます。で、下に雑巾をかまします。この状態で少し足に力を加えながら、下に加えながら巻いていきます。わかりますか？この状態です。そうするとある程度下に力を加えてるんで、糸に遊びがなくこのように巻いていくことができます。で、だいたい10メートル15メートルぐらい巻いたら、この初めの巻き替えの段階でここでやってきました P2 種、これを使います。で、これも振るときはこの雑巾の上で。で、なぜこの巻き替えるタイミングでやるかと言いますと、こういうねコーティング系のスプレーって根元までには浸透してないと思うんですよ。だからこの巻き替えの確実な段階でしていきます。はい、そしたらまた巻いていきます。はい、
しばらく巻いたらまたコーティングスプレー振ってあげてまた巻いていきます。でまた10メートルから15メートルぐらいだいたい巻いたらラインコーティングのスプレーでコーティングしていきます。これを糸を巻き終えるまでずーっと一定のペースでやっていきます。よいしょ。まあちょっとねこうやって最後に拭いてあげて、最後ですね、巻き替え全部終わったんでということで巻き替え完了しました。こうやってね一番最初に巻く段階でコーティングスプレーしてあげると間違いなく全体に染み渡りますんで、これはおすすめです。どうしてもねこの実調終わってからこの状態で帰っていってこれでシューしても 150m 先の根っこの部分に届いてるかっていうと正直微妙だと思うんですよ。なので僕はこの状態でいつもやっています。でなぜ下にね雑巾を引いたかっていうことなんですけど、こうやって糸を巻き返したらずっとここ回ってますよね。やっぱり下が畳であったりとか、カーペットであったりしても、床質が何であっても傷つくんですよ。だから雑巾をかましてあげてこれで巻いてあげると。本当はもう一番いいのは市販のこの巻き替えとかする時に便利な釣り具屋さんがよく使ってるやつを買ったらいいんですけど、僕は、これでやっております。はい、ということでこの元々あったラインからこっちに新しい方ですね、シーバスピーンの 0.85 カモフラージュレッドっていう色らしいです。このカモフラージュレッドのシーバスピーンに巻き替え成功しました。すごいちょっとテカってると思うんですけど、糸の収まりもすごいいい感じで、多分ね 0.85 これ 230m ってネットで書いてたんですけど負けないと思います。もう大体ねこの糸の太さでこのスプール巻き替えどんぐらい下巻きどれぐらいやろうっていうのはもう大体もう慣れてきたら分かってきて、最近僕あんまり見てなかったりしてて多分これ巻き替えた時見てなかったんですけど 230m は多分負けないな。これはここら辺の話は置いといたとして、実際にねいつも僕がやってる巻き替えのやり方見ていただけたと思います。効率悪いとかは確かに間違いなくそうなんですけど、実際僕と同じ状況の方多いと思うんですよ。何もそういう巻き替えの専用の道具とか持ってなくて、でもやっぱり巻き替えとかせなあかんっていう時で僕はこういうやり方やってますよっていうのを見ていただけると思います。人には人のやり方いろいろあると思うんで、これが合ってる合ってないとか、ここのガイドの負担大きいやんけとか言われるかもしれないんですけど、僕はねずっとこれでやってきてるんで、もうそこら辺はあんまり何も気にせずにやっております。巻き替えもねやっぱり慣れてきたら楽しいし、ちょっとワクワク、やっぱりこの糸かっこいいなって。多分最初の巻いてあったエクセンスの白色とこのカモフラージュレッドの色だったら印象違うと思うんですけど、マジでリーブに糸合うやんみたいなとか、この糸どうやろ使ったことないから楽しみやなみたいなワクワクしながら巻けると思うんで、ぜひね専用の道具ある方はもう専用の道具でやってください。あれが一番間違いないと思うんで。僕みたいに持ってない方はこういうやり方もあるということで、今回は糸の巻き替え動画でした。ご視聴ありがとうございました。